山の中の一軒家に引っ越してきて4年目の初夏、初めて熊と遭遇し、最初は慌てふためきました。ついに熊が出ました。びっくりした。トレイルカメラを設置してみたところ、熊がカメラに映るのは月に1回程度。しかも家の周りは避けるようにして行動していることが分かり、きちんと住み分けはできているようです。野生動物たちも気を使ってくれているので、私たちも彼らの行動時間帯は散歩を避けるようにしました。そしてもし家の防犯カメラに映るぐらい近くに出るようになったら、熊をボルなどの匂いで対策をすることにしたんです。夜になるとこの辺りにタヌキ、キツネ、アナグマ、イノシシ、ウサギ、イタチもうありとあらゆる野生動物がね出てきます。出てこないのはクマ、鹿、猿ぐらいかな。でもうそれらが出てくるようになったらもうやばいよね。やばいよね。まあでもそろそろクマさんが行動をし始める、出てき始める時間帯なので、ちょっともうお家帰りたいと思います。そんなある日、家の裏のトレイルカメラをチェックしていると、なんと熊が映ってたんです。しかも親子熊。さらによく見ると、母熊の左手の手首から先がありません。おそらく罠にかかって手を失ったんでしょうね。耳にはタグがついてました。熊は本来、猟銃によって捕獲が行われるものらしいんですけど、時にイノシシや鹿のくくり罠にかかってしまうことがあって、近年問題視されているそうです。もしかしたらこの熊のことをハンターさんがご存知なんじゃないかと思って心当たりがあるか聞いてみたんですけど、この辺りで熊にタグをつけるようなことはしてないって言われました。そして熊の行動範囲は広いからよその地域でつけられた個体だろうというお話でした。もう一つ驚いたのが、その後に母熊より大きなイノシシが映っていたんです。明るい時間帯にも映ってたんですけど、明らかに熊より大きいんですよね。ちなみに我が家周辺のイノシシは100キロ超えが普通だそうで、この個体も100キロはありそうです。あんたそこの行ってみて。親子熊のサイズを測るために棚に同じ位置に立ってもらいました。おー、タナタンぐらいだね、見たところ。やっぱり小柄なクマで5、60キロぐらいかな。ありがとう。サイズ的に私が最初にクマを見たのはこの母熊だった可能性が高いことが分かりました。その後もしばらく様子を見てたんですが、1ヶ月後、今度は道路のトレイルカメラにあの親子熊が映ってたんです。その後しばらくすると何も映らなくなったんですよね。はい、カメラを変えました。これがね、残念ながらちょっと寒さに弱いみたいで、1週間ぐらい前からもう作動しなくなってたので、しょうがないのでマイナス20度まで耐えるというカメラに変えました。いやーもうなんかトレイルカメラばっかり買ってるやれやれ。はい、裏山側のトレイルカメラも変えました。これなんかすごいね、新しい木が生えてる。カメラを変えたことでまた映るようにはなったんですが、それまでたくさん映ってたイノシシもある時から突然全く映らなくなったんですよ。最初はトレイルカメラが壊れたのかなって思ったんですけど、ちゃんと私たちの散歩姿は映ってるんですよね。道路側のトレイルカメラには一切の野生動物が映らなくなって、裏山のトレイルカメラには時折タヌキとキツネが映るだけでね、イノシシを全く見なくなったのには心当たりがあるんです。それは狩猟です。狩猟期間に入ると、それまでいた野生動物が狩猟禁止区域に逃げるっていう話を全く違う地域に住む違う人から何度か聞いたことがあったんですよね。なのでそれが原因かなと思って、
狩猟期間中ずっとっていうわけではないと思うので、そのうちまた現れ始めるんでしょうけど、とにかく野生動物の姿は全く見かけなくなりました。母グマの耳にタグがついてたので、もしかしたら漁師さんご存知かもしれないな、知ってるクマかもしれない知り合いじゃないけど知ってるクマかもしれないなと思ったので、漁師さんにちょっと電話して聞いてみたんですよ。そしたら、もうこの辺ではタグをつけて山に返すというようなことはしてないそうです。なので違う地域から来たクマだろうと。で、クマの行動範囲って結構広いらしいんです。よその地域で捕獲されてタグをつけて放された個体だろうというお話でした。巨大グマの時も今回の親子グマも私が直接目で見たわけではなく、トレイルカメラに映ってたっていう状況だったので、役所に報告の連絡は入れなかったんです。そして漁師さんにもあえて話はしてなかったんですけど、その流れで巨大グマとか親子グマがちょっと現れてるっていうような話をしたら、なんか最近やっぱりあちこちで出没してるということもあって、県の方でなんかトレイルカメラを設置したり、なんかいろいろされてるそうなんです。で、ちょっと一度県の職員の方と見に来たいということで、私たちが気をつけてさえいれば特にトラブルは起きないだろうということで、このままでいこうかなと思っていたんですが、ちょっとどういう対応されるのかなと思って心配だったので、殺処分的なことは望んでないっていうことをお話ししたら、そういうことではなくて状況だけちょっと伺いたいっていうことで先ほど来られました。で、これからもちょっと気をつけてくださいということで、そしてもし何かあればすぐに連絡するようにということでした。この場所はうちから4050メートルかな、40メートル、結構家に近いしやばいかなと思って、最初ねここにクマをボルを設置しようかなと思ってたんですが、やっぱり今月に1回程度しかクマさん映ってないし、何か悪さしたわけでもなく、障害を抱えてるっていうところでも感情移入しちゃいけないんでしょうけど、やっぱりねかわいそうだなって、人間のせいで変な匂いがするようになって通れなくなったとかね、なんかやっぱり申し訳ないなという気がしなくもない。なんとかうまく共存していきたいという気持ちに変わりはないので、クマをボルもまだ設置はしないでおこうと思っています。だってね、クマをボルを設置したところで通り道を変えるだけでしょ。それこそね、ちっちゃいお子さんとかがいるようなお家の近くを通るようになるかもしれない。そうなったら殺処分ってなる可能性もありますよね。なのでうちだったら大丈夫だから、じゃあもうちょっとこのルートを使ってもらってた方がいいのかなというふうに思います。この木がね梨の木なんですけど、多分梨の実を食べてますね。ちょっとね梨の実はちょっと今年確認してなかったけど、多分今年もなってると思う。ちょっと今ね眼鏡かけてないからちょっとよく見えないけど、実はもう落ちたのかな。もう実は落ちてますね。落ちて、で落ちた後も見当たらないなのでおそらくイノシシやクマさんが食べていると思います。自然に生えた木だしいいんじゃないかな。で、一応ねこの木に爪痕はなかったので、爪痕はないけど、ないよね。爪痕はないので、あれ、栗じゃないわ、どんぐりがこんなところに、誰かが置いたんじゃねこれもしやリスさんいるの？もしやリスさんもいるんだろうか。とりあえず爪痕はないので登ったりはしてないみたいですね。落ちてきた梨を食べてると思います。で、落ちた梨も見当たらないね今年は。でもなってるのは間違いないし、すっごく美味しいので
ただ腐らせてなくなるよりは役に立ってていいんじゃないでしょうかね。はい。で、私もね、一瞬ちょっとやっぱり家の裏にクマさん出た時は対策しなきゃいけないかなと思って、でいろいろ準備はしてたんです。クマをボルもいいんだけど、やっぱり定期的に設置するにはちょっと費用がかさんでしまって大変だということで、この動画を見てね、心配してくださった視聴者様の中にクマが嫌う周波数があるらしいんですよ。クマの嫌う周波数、鹿の嫌う周波数とかイノシシの嫌う周波数っていうのがあるそうで、それぞれのね音源をファイルで送ってくださいました。じゃあそれをラジオみたいに流せばいいんじゃないかなと思ってね、 MP3 プレイヤーのついてるラジオを買いました。準備もしてたんです。一番嫌うのは人間の声っていうようなことも聞きますので、ちょっとそのラジオ自体が日本製じゃないからなのか、なぜかチューニングを合わせると日本語じゃない声の電波が拾ってるんですよ。っていうかそれやばいですよね。そうなんかちょっとやばいなこれと思って、ラジオは使うのはやめようとは思ったんだけど、 MP3 でラジオと周波数を流そうと思って、一応準備はしてたんです。そういうこともあって、もうちょっと他の地域に行かれて駆除されるようなことが起きるかもしれないのであれば、もう我が家の周辺を歩いていってもらおうということにしました。なのでラジオの設置もしないし、クマをボルも設置するのは見送りました。防犯カメラに映るぐらいの家の周辺に出始めたら設置します。さすがに。ここもね家から40メートルしか離れてないから、ここも周辺だろうって言ったら周辺ではあるんだけど、でも言ったら山の中なんでね、周辺とはいえまだね。はい、というわけでクマ対策をするのはやめることにしました。最近クマに襲われた直後の写真を集落の方が見せてもらったらしいんですけど、顔を集中的に攻撃されてたらしくてね、それは見るも無残な姿だったそうです。そういう話を聞くとやっぱり怖いなって思うんですけどね。今はもう親子グマも冬眠に入ってると思います。次はまた春に出てくるんでしょうね。来年は子グマも親離れの時期だと思うし、これからもそっと見守りたいと思います。